さあ、もののけ兄さんアクアリウムチャンネルアフリカ編ということで、いろいろな水生生物を捕まえて飼育するなんてことをやってますけど、前回も川で何種類か捕まえましたからね。今回はその魚たちを紹介しつつ、ご当地水槽に導入するわけなんですけど、配線などでごちゃごちゃした水槽周りを改善するところから始まったりしますからね。うるさいエアポンプから外掛けフィルターに変更したりもするわけなんであります。というわけで、今回もネタ野村満載で楽しく参りますので、どうぞよろしくお願いします。さあ今日はですね、この水槽じゃなくてですね、こっち側のこの配線ですね、ちょっとしょうもない状態ですからね。というわけで、まずはこのカニさんの居場所ですね、これを確保したい。これを使いたいと思います。なぜこれを使うのか、それはこれしかなかったからなんであります。というわけで、カニさんボールの提唱にはここに入っている砂利を使いたいと思うわけなんであります。なぜこうしたいのかというと、ここの砂利にはバクテリアが住み着いているからなんですね。ここから砂利を取って、なんかやってること間違ってるような気がしますけど、これでいきましょう。こんな感じで砂利が入りました。ここに入っている水草を使いたいですね。カニ水槽に使いたいわけなんです。これぐらいでいいか。ここにね、こう入れたい。で、この前沈めた流木を、この流木はジャパンに行った時にホームセンターで買ってきたやつなんですけど、水の入ったバケツに入れておいたわけなんであります。流木をここに入れたい。そして浮き草を入れたい。そしてカニを入れる。カニが入った。さあこんな感じですけど、大丈夫かな。さあこれでちょっと脱出するのか見てみましょう。大丈夫そうですかね。このカニは前回の動画で出てきたものではなくて、その前の動画で捕まえたサワガニに近い種類として紹介したあれなんであります。これ2匹が協力したら出られますね。そうでなければ出れないですね。カラスにやられそうですね。完全に見られてますね。やるなよ。せめてこれを使えってことで。パーフェクトフィット。向こう上。行くよ。この配線ですね。配線というか、エアポンプ使っててうるさくてしょうがないんですね。これを外掛けフィルターに変えていきたいと思います。こんな状況ですかね。この水槽台なんですけど、穴が開いてなくて開けてもらいました。ここからケーブルなどを通してきれいに配線をまとめたいと思います。さあビフォーアフターどうなりますかってことで、ちょっとしょうもない状態ですからね。まずは片付けですかね。配線を全部どかしたりするわけなんであります。さあこの後はこの水槽の水を抜かないと台が動かせませんからね。この後ろに外掛けフィルターとかつけれませんからね、動かさなければならないわけなんですね。あ、動きますね。さあこれをつけたいわけなんであります。これですね。これが入るかどうか。こうなるわけなんですね。こうなるんですね。こんな感じですけど、
あとはこの辺のやつですね。これをセットすると、表と裏なんでね、前後ろって書いてある。セットする前に洗えって書いてあるね。これも洗うんだよ。何がやりたいかというと、バランス、これをつけたい。入りました。そしてここにこれをつける。というわけで、以前よりもかなりスッキリとしたわけなんですけど、こちらがビフォーで一生懸命やったってことで、こちらがアフター。さあ、ようやくですね、前回捕まえてきた魚をこのご当地水槽に導入するという段階になってきたわけなんですけど、ナマズがひっくり返っていますけど、逆さナマズではないわけなんであります。ここに今回捕まえてきた中ぐらいのお魚を入れたいと思うわけなんであります。後ろでキャットが何か言ってましたけど、今回捕まえたこちらはマウンテンキャットフィッシュ、アンフィリアスと呼ばれているナマズの仲間なんであります。先ほどひっくり返っていたやつと同じ種類だと思いますけど、2匹追加で導入します。続いてこちらはレッドアイラベオ。その名の通りちょっと目が赤いわけなんですけど、わかりますかね。分かった方はコメントで分かったよって言ってくれると大変嬉しいわけなんであります。というわけで、いろんなポーズをとってくれる魚ですけど、常に底の方にいるということで、胸びれがコリドラスみたいですけど、実はこの魚面白い習性を持っているわけなんであります。このレッドアイラベオも今回2匹導入します。まずはアンフィリアスから。アンフィリアスが2匹入りました。次はレッドアイラベオ。レッドアイラベオも2匹入りました。このマウンテンキャットフィッシュはどうやらアンフィリアスグランディス、ケンさんによればそういった名前のものらしいんですけど、どうやら家の近所で捕まえたマウンテンキャットフィッシュと同じ種類かもしれませんね。この2匹は家から50キロ行ったところで採集したもの。そしてこちらの大きい方がちょっとヒレの模様が違いますね。こっちは2匹のうちの1匹ですけど、ヒレの模様はまっすぐなんであります。というわけでよくわからないわけなんですけど、こちらも先ほど導入したレッドアイラベオ、とりあえず全体に対して餌を与えるわけなんですけど、やはり新入りは餌を食べようとはしないですね。と思ったら早速マウンテンキャットフィッシュががっついてますね。環境の変化をあまり気にしないんですかね。まあこんな風にして砂利の中の餌を探してくれると餌が無駄にならなくてありがたいわけなんですけど、こちらのレッドアイラベオブラザーズはどうなんでしょうか。面白いことにこの2匹いつもそれぞれ同じ石の上に乗っかっているわけなんであります。今小さい方のレッドアイラベオがどっかに行きましたけど、それに続いて大きい方もどっかに行くわけなんですけど、ブーメランのように必ず同じ石の上に戻ってくる。なんとなく縄張りというよりはお気に入りの場所を決めるとそこを変更したくはない、そんな習性があるようなんであります。まああまり泳ぎ回る魚には見えないですけど、同じ場所にいたい魚なのかもしれませんね。そしてやはり石をもそもそしますね。口の形状からそんなことをする魚かなと思ってましたけど、やはりやるんですね。というわけで石についた苔などを食べる魚、そんなようなことが分かったわけなんであります。ただこの水槽あまり苔がないんですね。というわけでもう少しライトを使う時間を長くしようと思うわけなんであります。
やっぱりガラス面もやってくれたってことで、これが見たかったわけなんであります。今回撮影できなかったんですけど、この大きい方もやってくれましたからね。まあ本当にくるっと回って定位置っていうのをやってますけど、見ていて面白いんですけどね。この面白さに共感できるという方は、今のうちにいいねを1回だけクリックお願いいたします。まだ動画は終わりませんよってことで、この水槽にたくさんいる魚はレッドスポットバルブ。わかりにくいですが、エラブタに赤っぽい点があるということで、レッドスポットバルブ。体の中心にストレートなラインが入っています。一方でこちらにはストレートであるものの点線のようなラインが特徴の魚がいますけど、点線の線とラインが被ってしまいましたけど、エンテロミウスノイマイリ、家からかなり離れたところで採集しています。こちらはレッドスポットバルブ。家の近くにもたくさんいます。というわけでご当地水槽もかなり盛り上がってきたわけなんであります。前回捕まえたもので、サイズの小さい魚は他の魚に食われるってことで、先ほどのご当地水槽には入れることができないわけなんですけど、そんなイケてる小さなお魚がこちらってことで、デンベやストーンラッパー。まあ本当にですね、ジブリアニメに出てきそうな当チャンネル的には、まあなんというか本当に最高ですね。好みの魚なんであります。同じような魚でガラルファー、いわゆるドクターフィッシュと呼ばれるものですけど、ご存知ですかね。どこかで体験したことあるよという方もいるかもしれませんけど、水の中に足を突っ込むとわらわらと集まってきて古い角質を食べに来る、あれそのものではないんですけど、あれに近い魚なんであります。なんとなくポニョのお友達といったところでしょうか。ノソブランキウスのかなりナイスな映像が撮れました。こちらはサッカーマウスキャットフィッシュをマクロレンズを使って撮影しました。水槽の上からサッカーマウスキャットフィッシュを見ていますけど、やはり相当変な魚だと思います。水槽についた苔を食べそうですけど、食べない。人工飼料はよく食べるわけなんであります。というわけで最後の方は飼育中の既存の魚を紹介したわけなんですけど、おそらく次回の動画はまた野外での活動の様子に戻るわけなんですけど、面白いと思うかはあなた次第。まあそんなような感じになると思うんですけど、まだ撮影してないからわからないというわけで、割と無責任なチャンネルかもしれませんけど、次回も面白おかしくやってきますからね、ぜひ見ていただきたいと思うわけなんですけど、地方のお友達が送ってきたカメレオンの映像なんてあるわけなんですけど、カメレオンより撮影してる人が面白いってことで、ぜひ見てもらいたいわけなんであります。というわけでそろそろお別れの時間がやってまいりましたけど、お相手はいつも通りもののけ兄さんだったわけなんであります。コメントくださいね。ではまた次回。